アニョハセイヨー、シュンスケサが意味だつってソウルからお届けしております。本日の動画ではバリアントギターズについてお話ししたいなというふうに思っております。ロシアとウクライナって今戦争をやってると思うんですけれども、その中でもウクライナのキーウでギター作りを続けているのがバリアントギターズです。このブランドめちゃくちゃいいのでかなりおすすめしたいなと思っています。正直やっぱり僕かなり好きなので超おすすめですという感じです。それでは本編へ。インジャイミー。ちなみにね、インジャイミってね、韓国語できなこって意味です。バリアントギターズ、どんなブランドかというと、ウクライナを拠点にしてギターやベースを製造しているハイブランドですね。主催しているのはガブリレンコ兄弟という兄弟で、もう30年以上ギター作りを続けています。実は親父の代からギター作りをやっていて、もう親子代々ずっとやってるわけですね。兄弟はそれぞれ実はね、ギタリストとベーシストとして活動しているミュージシャンでもあって、ギターもベースもどっちも理解があるんですよね、彼らっていうのは。だからこそバリアントギターズってすごく個性的なスペックを取り入れながらも実用性を保ち続けているというか、やっぱりミュージシャンがこういうの好きだよねみたいな感じなんですよ。かつギターギークっぽい、ベースギークっぽい、ちょっとオタッケ感じるのがこのブランドの特徴かなというふうに思います。日本人かなり好きだと思いますね。細かいところ見ていくと、ブリッジとかサドルとかナットとかピックアップとかあらゆるものを自社で作ってるんですよね。正確には自社で作ってないかもしれないですよ。でも自社でオリジナルでデザインしたものを使って作っているのがすごく特徴的だなというふうに思います。かなり多くの部分を自分たちで作ってます。これはハードウェアの話だけじゃなくて、デザイン面もそうなんですよね。デザインっていうのは単純な見た目の話じゃなくて、トラスロットをどうこうするとかっていう話もそうですよ。例えばトラスロットのアクセス口、指板の途中にあるんですよね。これをやることで、トラスロットの長さ変えられるんですよ。トラスロットってね、こう、たわんで入ってる鉄の棒なので、これがどこにこのたわみが一番来るかとかによって、トラスロットの効き方が変わるんですよ。だから単純に見た目をかっこよくするとか、特徴的な機能を持たせようっていうだけじゃなくて、もっと実用的な面を考えてちゃんと作ってるのがバリアントギターズなんですよね。こうやってあらゆる部分をオリジナルで考えることによって、ブランドのコンセプトに対してとても忠実な仕上がりになるわけですよね。僕こういうのすごく好きで、オリジナルピックアップとかオリジナルデザインとかすごく好きなのはそういうことなんですよ。例えばケン・スミス。オリジナルのブリッジ使ってるじゃないですか。オリジナルのピックアップ使ってますよね。やっぱああいう風にオリジナルのパーツを取り入れていくことですごくオリジナリティが出てくる。自分たちがどういうものを作りたいのかっていうことをちゃんと示す製品になっていくんですよね。これは別に後藤とかヒップショットのパーツを使って作るブランドが悪いって意味では全くないです。ただ、そういうスタイルで個性が出てるよっていうことですね。GIB 横浜にたくさんあるんですけど、これね、弾いてもらうミュージシャンに結構好評なことが多くて、例えばね、買ってもらった人で言うと、僕友達でヨンジュンっていう友達がいるんですよ。BTS の仕事とか G ドラゴンの仕事とか、K-POP の一番最先端やってる彼なんですけど、彼がバリアントギターズの TNT5 っていうモデルを買って韓国でバンバン使ってますね。だから、BTS のビデオ見てたらバリアントギターズ出てくるんですよ。すごいですよね。あとYouTube とかもやってるタカトいるじゃないですか。タカトも買ってくれました、TNT。お店に来るミュージシャンたちも、バリアントギターズめっちゃいいねってよく言いますわ。バリアントギターズってまだそんなに大きい存在ではないんですよね。ディーラーどこら辺がいるのかっていうのを見ていくと、アメリカにちょろちょろっとあって、ヨーロッパにまたちょろっとあって、トータルでね、10個ぐらいしかディーラーないんですよ。その中の一つがギークインボックスです。当然アジアだとね、うちだけなんですけどね。GIB ソウルでもね、売りたいななんて思ったりしますけどね、いかがでしょうか？興味があれば僕に連絡ください。バリアントギターズが展開しているモデルなんですけれども、ベースだと大きく3種類あります。ミニベース、ちっちゃいベース。これはね、うちではまだ取り扱ったことはないです。2つ目が TNT っていうモデルですね。ネック側にハンバッキングピックアップ、ブリッジ側にシングルコイルピックアップを乗せたモダンモデルで、プロミュージシャンたちとこう対話をしながら実践的なモデルを作ったっていうのはそれです。これがね、めちゃくちゃいいんですよ。はい、後で音も聞いていただきます。そして、ジュピターベースっていうものもあります。これはね、ジャズマスターみたいなシェイプかな。それにプレシジョンのピックアップだったり、プレシジョンプラス J のピックアップだったり、そうしたものを乗せている比較的シンプルなモデルです。ジュピターと TNT は明らかに違いがあって、例えばヘッドの形、ヘッドのね、角度の付け方だったりも全く違いますし、コンセプトは全然違うベースだっていう風に考えてもらって構わないかなという風に思います。価格帯は TNT が60万円前後、ジュピターが40万円台中盤ぐらいですかね。そしてギターについては5種類ラインナップされているんですよね。フェンダー系を元にしたモデルが多いんですけれども、どれもね、やっぱちょっとずつアレンジされていて、
コピー品ってあんま作ってないんですよ。アレンジの仕方がね、やっぱグッとくるんだよな。これ俺だけかな。ベーシストだからかもしれないですけど、めちゃくちゃかっこいいんですよね。これに関してはトニック横浜の方にありますから、そちらね、チェックしてみてくださいと思います。そして渾身のカスタムオーダーぶち込んだギターの方ですね。はい。こちらも60万円前後で販売しておりますので、こちらね、チェックしてみていただければなというふうに思います。紹介してきたバリアントギターズなんですけれども、肝心の音、どんな感じなのかということで皆さんに聞いていただきたいなというふうに思います。そしてね、この動画からの新しい試みなんですけれども、僕横浜にいないのでね、物なくて弾けないんですよ。だから、GIB 横浜の山地くんとか、龍馬くんとか、そうしたね、優秀なスタッフたくさんいるので、彼らにね、プレイしてもらおうかなというふうに思います。最近ね、ショート動画でよく弾いてくれてる彼らなんですけれども、非常に素晴らしいので、ぜひぜひチェックしてほしいなというふうに思います。それでは、サウンドチェックしてみてください。焼きそば。
サウンドの印象としては、肉感がありつつもクリアな感じといいますか、弾き応えはしっかりあるんですけど、出音としては雑味もなくクリアに聞こえてくるかなと思いました。ネックの握り心地に関しては、薄すぎず厚すぎずという感じで程よいしっかり弾いてる感もあって、いい塩梅だなと思いました。ハムとシングルがあって音作りは幅広いんですが、音楽のジャンルで言うとブラック系とかゴスペル系に非常に合うんじゃないかと思います。ただハムシングルでここの配線の切り替えもできますので、それにとらわれず幅広いジャンルで使える一本だなと思います。こちらのジュピターはちょっとモダンな P サウンドかなというふうに思います。サウンドは暴れすぎず、かといってしっかりガシッと弾いた時にはガツンとなってくれる、演奏者の気持ちがしっかり音に出る楽器だなというふうに思います。こちら P と PJ があるんですけども、単純にプレッションベースのサウンドが欲しいという方にはこちらの紫のかっこいいやつを選んでもらって、サウンドを聞いてもらった通りなんですけど、輪郭がゴリッとして少し癖のある感じの PJ サウンドをお求めの方は、こちらの赤い PJ 非常にいいと思います。ネックの握り心地としてはややスリムかなといった印象を受けます。フィンガリングもスムーズにいって、太すぎない P いいと思います。バンドアンサンブルとしては P サウンドが求められる場所では輝きますし、かといっていなたすぎることもないので、様々なところで使えるような感じがしています。バリアントギターズについてがっちり解説してみました。皆様いかがでしたでしょうか？バリアントギターズね、何年か前にドイツで出会ったんですよ。その時まだ戦争してなかったような気がするんだけどな。めちゃくちゃでっかいお兄ちゃんが営業さんでいて、すごく面白い話たくさんしてくれたんですよね。値段もすごく良かったですし、例えばそのウクライナもそうですけど、ロシア側もそうだし、またポーランドとかチェコとか、ドイツよりも東側の方がちょっと値段が抑えられて、かつ面白くていい楽器多いなというふうに思ったりしますね。AV ベーシーズとかもそうですし、いいブランド多いですよ。ここら辺のね、ヨーロッパの楽器どんどんこれからも紹介していくので、よろしければね、チェックしてみてください。皆さんはバリアントギターズいかがでしょうか？これまでも何回か紹介しているブランドなんですけれども、この機会にまた改めてチェックしてみていただければなというふうに思います。それでは本編終わり。今回この感じで動画撮ってみたんですけど、どうですかね？面白くなるかなこれね、いい感じだったらもうちょっとしっかりやりたいなというふうに思うんですね。今回バリアントギターズ紹介してみたんですけど、各ブランドをちょっと詳しめに紹介するとかもいいですし、こういう動画見たいとか言ってくれれば僕たちまた作るので、はい、連絡ください。GIB ソウルとか韓国のね、楽器屋さんの話とかも結構したいなっていうふうに思ったりするんですけどね、コメントいただければ僕たちはそれに従ってまたビジネス作っていくので、コメントをしてください。ということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。GIB なんですけれども、GIB 横浜、GIB 兵庫、GIB ソウル、この3店舗経営しています、現在。これからね、GIB 香港とかできるかもしれないですし、もしくはね、GIB 博多とか GIB 札幌とか、まあすごくいいなと思ったりしますから、よろしければね、コメントしてみてください。意見ください。ギターとして系列店があります。ギターショップトニックですね。これ横浜にありますので、GIB 横浜と合わせてチェックしてみてください。そしてね、ギターアウトレット横浜という新しい店舗も作りました。ギターアウトレット横浜何かっていうと、傷とかができてしまったり、もしくは会社の経理的な理由で早めに在庫処分しなきゃいけない。在庫金額減らさなきゃいけないけど、値段安く売ったらブランド傷つけてしまう。でも、売り上げを出さないわけにいかないみたいなね、この悩みね、めちゃくちゃあるんですよ。結局、出せなくて、在庫金額、わーってなって、納税いっぱいしなきゃいけなくなったり、もしくは、泣く泣く廃棄してっていうことがあったりするので、僕それずっと嫌だなと思ったんですよ。これをね、こっそり安売りして解決しようっていう。はい、そういうのがギターアウトレット横浜です。なので、基本的にはね、傷あり品とか、何かしらの問題があると思うんですけど、音には問題がない。機能性には問題がない。そしてそういうところもちゃんと保証する。でも、アウトレットですよ。なんで値段が安いのかちゃんと理由がありますと。そういうコンセプトのお店始めたのでね、皆さんよろしければね、来てみてください。YouTube の他に Twitter、Instagram、Facebook、TikTok など各種 SNS やっておりますのでね、よろしければチェックしてみてください。トニックは YouTube もあるので、そちらも面白いかなというふうに思います。そしてね、最近のニュースで言うと、GIB ベーシックからカラーリーストラップスという新しいストラップ出ました。これもね、めちゃくちゃいいです。しかも安い。2970円。ギターの色にぴったりな色のストラップ。色に注目したストラップです。ぜひチェックしてみてください。ロージエのケースもすごく好調ですし、今ね、ロージエのセミハードケース版だったり、あとはバックパック版とかも制作しているので、そちらもね、ご期待いただければなという感じです。ということで、最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。